はい、皆さんどうも、スポーツブランド攻略ブログ管理人でございます。本日は、もうすでに出ていますね、このナイキの新しいトレーニングシューズナイキエアズームスーパーレップについて紹介したいと思います。まずはどういった経緯で開発されたかっていうのを説明させていただきます。まずこのナイキエアズームスーパーレップっていうのが誕生したきっかけになったのは、昨今のトレーニングへの関心とあと施設の増加に伴って開発されています。で、2013年日本のジムクラブの件数っていうのが約400件、ごめんなさい、4000件で会員数が約400万人で、2018年5年後ですねの日本のジムクラブ件数っていうのが約6000件で会員数が500万人、クラブ数でいうと2000件の増加、あと会員数でいうと100万人の増加なので年々、施設とそれに伴って参加する人数というのは増えています。でこうしたトレーニングブームですね、世界的にブームらしいです、に伴って開発されたっていうのもそうなんですが、YouTube とかテレビとかあとは雑誌にさまざまな方法のトレーニングっていうのを掲載されるようになって、なかなかですねナイキの今展開しているシューズではそういった動き、マニアックな動きにフォーカスすることが難しかったので、こういったトレーニングシューズ、新しいトレーニングシューズを開発しております。で、どういった動きに対応しているのかっていうと、つま先を軸にした動きですね。このズームエアが2個入っているので、つま先を軸にした素早い動き、あとはジャンプですね、あとはサイドに動く動きです。でこれまでナイキの商品っていうのはすごくソールが薄くて、なおかつフラットでちょっとやっぱサポート性が足りないっていう部分と、速い動きに対応したシューズっていうのがナイキフリーぐらいしか基本的にはなかったんですよね、トレーニングシューズのカテゴリーでいうと。なので、そういったちょっと行き詰まった感を打開するためにもこういった、素早い動きに特化した、ナイキエアズームスーパーレップというような商品が必要となってきたという経緯があります。はい、なので、世間のニーズに合わせて展開されたシューズ、今までのナイキにはなかったシューズにはなるので、軽くというか深くですね、すいません、紐解いていきたいと思います。ではまずアッパーからです。アッパーは至ってシンプルです。合成繊維がかなり密度濃く編み込まれた、メッシュのアッパーに、この、アークと呼ばれるサポートパーツ、二重構造ですねがかぶさっているような、構造にはなっています。で、全体的に薄手です。すごく薄手になっているので、軽さももちろんあります。ただ終端が一体型になっているので、かなりこの足首部分を中心にサポート性が高いです。で、私は普段と同じ、ランニングシューズと同じ28センチを選択したんですが、かなりタイトに感じました。ただやっぱり意味があって、素早い動きを行う上でやっぱ足がブレてしまうっていうのは怪我にもつながりますし、不快感、あとは効率的に運動が行えないっていう悪循環になってしまいますので、なるべくフィットした状態というのがベストです。このシューズを使用する上では、どのシューズもそうなんですけどね。なので、よほど不快感を感じない限りはまずは同じシューズサイズを選択して、実際にトレーニングをしてみてください。でナイキ .com を活用すれば、この商品は、使用した後でも返品30日以内であれば返品無料でできるので、そういったうまい方法を使ってぜひ試してほしいです。はい、ここは薄手ではあるんですが本当にタイトなので、ソックス薄いソックスで工夫できたりとか、ちょっと長めのソックスを使用することでここのちょっと当たりっていうのをすごく気持ちよくすることができるので、ちょっと工夫する必要はあると思います。私自身はちょっと長めのソックスを履くことですごく快適に、使用することができたので、ちょっとご自身の感覚に合わせて対応してもらえればなと思います。で、このシュラウドじゃなくってこのアークと呼ばれる部分は内側が合成樹脂を貼られています。で外側が合成繊維、基本は合成繊維でできていて、サポートが必要な内側ですね、内に寄った時にバランスを崩してしまうと膝がすごくダメージを受けてしまうので、こういった工夫ですね、内側だけちょっと合成樹脂でしっかりもうちょっとサポートして、で外側はある程度ゆったりした、動き、人間の体の動きを考えて、構成された構造になっています。でつま先とか負荷がかかる部分ちょっと破損しやすい部分も合成樹脂で覆っているのでサポート性も抜群。一応シューレースはついているんですが、長いものではなくてあまり意味はないのかなとちょっと思います。ただ、
緩めることで結構この圧迫感っていうのが減るので、トレーニング終わった後ちょっと休憩する時間であったりとか間の時間でちょっと外して足のストレスを解放してあげるっていうのはすごく大事です。ただ正直これなくてもかなりフィットするようなシューズにはなっているので、はい、おまけ程度なのかなともちょっと思いながら、ここ汚れてますね、はい、ちょっと見ておりました。では次に、はい、アッパーはこんな程度です。あとここ脱ぎ履きが、履く時ですね、楽に行うことができるプルタブストラップがついてます。では次にちょっとミッドソールの紹介に移りたいと思います。でミッドソールはかなり厚手です。で、一応測定しました。メンズウィメンズともに、28センチと 24.5 で、足が当たる部分ですね、ここちょっと出っ張ってるんですけど、ここに足が乗るわけではなくてちょっと沈んでるんですよね。なのでこの沈み込んでいるであろう、足が当たる部分なるであろう部分と、この足が要は地面につく部分の高さを測ったら 3.5、 メンズウィメンズともに 3.5 です。つま先もヒールも。なのでオフセットは0、ほぼフラットに近い状態。ただ素材がちょっと違います。クシュロン、ヒール部分が柔らかいクシュロンなので、ヒールから着地するようなゆったりした動き、アップの時とかですねに対応した体を守るためのこの柔らかい素材で、前が触った感じちょっとファイロンっぽいなと。バスケットボールシューズなどに用いられるファイロン、ちょっと軽くて反発性がある素材、ちょっとクッションよりは硬めになっていますが、なので柔らかさがちょっと違うので、ズームエアももちろん入ってますし、沈み込む度合いで言ったらもしかしたらヒールの方が沈み込んでしまう。だから逆ですね、ランニングシューズとかと逆でちょっとせり上がったというか、こっちが沈んでしまうのでこんな感じになるのかなと思ったりしたんですが、これ履いた瞬間、すごく不思議に思うというか感じることがあって、勝手につま先の方に持ってかれちゃうんですよね、体が。ズームエアが入っていて湾曲しているっていうのもあると思うんですが、あとはこうなんだろうな、足が当たる部分はちょっとプレートがここに入っていて斜め、勝手に前にこうピュンと持っていかれる。自然と足がついたら前にシュンって持っていかれる。要はランニングシューズの厚底、プレートが入っているシューズに近い構造になっているんで、要は足運びをサポートするためのこのプレートが影響して、この素材が違ったり沈み込み具合が違っても勝手にこのズームエアの方向に足をヒュッて持っていかれる、すごい不思議な感覚になります。立った状態でもなんかね、こう背伸びしてるような感覚に、要は足の形になってしまうので、ぜひ一度これ履いてみてほしいんですが、なので、一応クッション性があって反発性があるイメージですね。で、ズームエアが2箇所に配置されているので、こんな感じで、力が加わって足が離れる時に解放される。なのですごく反発性が高くて、なおかつサポート性もしっかりしていて、フラットなトレーニングシューズらしい、ミッドソールでプレートもついているのでね、このプレートが影響して正しいこの前に持っていかれるというか効率的な動きができると。あとはこのプレートがねじれを防止してパワーを均一に、全素材に均一に持ってってくれるので、ねじれとかあとは破損防止ですね、一箇所に負荷がかかるっていうことを防止してくれるので、耐久性もすごく優れているものになります。次にアウトソールです。アウトソールはすごい細かい工夫というか、なかなか汲み取ることができない動きというかね、構造になっています。まず一番見てほしいのはここですね。ここだけトランスルーセントと呼ばれるちょっと柔らかめの素材が使われています。なぜかというと、ここを軸にして動くことが多いんで、ここのグリップ力ってめちゃくちゃ大事なんですよね。なので他のところはちょっとラバー、ちょっと硬めのラバーであったりとか、ミッドソールをそのまま同じ素材で型を取ったようなものになっているので、なかなかちょっとグリップ力っていうのはここに劣ってしまうのですが、ここは本当にグリップ力抜群、溝が入っていて縦横の動きにも対応して柔軟ですし、室内でやってみた結果滑るっていう心配は私は感じません。すごい逆になんか止まってしまうはネガティブかもしれないですが、安心して行うことができるここのトランスルーセントの素材になってます。で、つま先は蹴り出すタイミングとかで結構使う部分なので、もちろん柔軟性もある切れ込みが入っていますし、ちょっと硬め、パワーがすごい加わる部分なんで、蹴り出すパワーっていうのはなかなかね想像できないパワーが加わっているので、耐久性が高いラバーになっています。で、真ん中プレートが見えるようになってます。これ正しい足運びをサポート、つま先前傾姿勢になるというかね、前に、前足を軸に動けるような
動きをサポートしているプレートが入っています。これすごく丈夫です。カチカチで、結構反発とか柔軟性はあまりないです。硬いですね。はい、ただパワーが加わると爆発的な、推進力っていうのを生むので、そういった点も注目したいプレートです。で、ヒール部分っていうのはゆったりした、アップの動きであったりとか、あんまり使うことはない、積極的に使うところがない部分ではあるんですが、ゆったりした動きにもしっかり対応できるように、こういった滑り止めというかね、柔軟性高い、切れ込みが入っていますし、ヒール部分はちょっとウェットな感じで、ヒールから入った際もしっかりグリップが発揮できるようになっています。で、可愛い数種マークもついてます。はい、このようにミッドソールから下が特に、素晴らしいというかね、細かい機能が、構造になっているものになります。結構喋りすぎたんではあはあ言ってしまってはいるんですが、こういった構造になっております。で、一応価格が13,200円と、ナイキのトレーニングシューズでいうと妥当な金額、他社と比べると少し高いかもしれませんが、本当に細かいところで言うと、本当サーキットトレーニングとか有酸素運動、ヒット、HIT ですね。で、キックボクシング、ブートキャンプ、あとはボックスジャンプ、バーピーですね。あとは、クイックフットワーク、腕立て、プランク、ダッシュに対応しているので、一足持っていれば、こういったつま先を軸にした細かい、素早い動きには対応できますし、ウエイトを合わせてやる人はこれと一緒にメトコンを持って2足使いすると寿命も、各シューズ 1.5 倍ずつぐらい伸びますので、3足分の効果を発揮すると併用することですごくメリットもありますし、効率的な動きを行うことができるので、1足持っていると今後さまざまなトレーニング、これからもっともっとやっていきたいという人は、必ず使えるシューズになるのかなと思います。で、では最後にちょっとまとめの前に、細かい部分さらに紹介したいと思います。まずは重さですね。重さについては、はい、どうぞ。はい、準備ができましたので、まずはウィメンズモデルから 24.5 センチですね。ちょっと使っているので新品時と誤差があるかもしれませんが、24.5 グごめんなさいね、24.5 センチで、305グラム、約305グラムです。次にメンズ28センチですね。はい、これもちょっと目安で使っているので、はい、385グラムですね。見えてますかね。はい。なので、比較的重めのシューズかなと。他のトレーニングシューズと比べると、やっぱりミッドソールの厚さであったりとか、こういったズームエアが2つ入ってて、プレートがあって、はい。あとはアッパーも二重構造になっているので、ちょっと重ためかもしれません。はい、このようになっております。で、結構トレーニングシューズにしては重ためになっています。なので、もしかするとすごく最初履いた瞬間違和感を感じるかもしれませんが、この重さイコールサポート性、マイナスなことでは決してなくて、ミッドソールを厚くしたことで、ズームエアを2つもつけていることで重さが上がっています。アッパー自体さほど重たくはないんで、ミッドソールから下がすごく重たくなっている。はい、足が疲れやすいのかもしれないなと思うかもしれないんですけど、はい、ヒールはすごく柔らかくて体を負荷から守ってくれますし、ズームエアは前足を軸にした時に、効率的に、前に動く動き、サイドに動く動きっていうのをサポートしてくれるので、何ら重さのことはトレーニングをしてしまえば忘れてしまいます。なのでそこまで気にするポイントではないと思います。で、ちょっと特殊なのが、インソールは、着脱できます。で、デザインがすごく可愛いインソールではあるんですが、注目点はすごい厚いんですよね。前足が特に2センチぐらいで、ヒールが1センチぐらいです。厚くて柔らかい。この辺とかもすごい厚い。ここ3センチぐらいあるんじゃないですかね。厚いです。で、もちろん結構前足を軸にして素早い動きをやると、パワーがすごいかかりますし、体にもちろん負荷がかかるので、こういったインソール、見えない部分のインソールで体を衝撃から守ってくれています。でなおかつ、なかなかナイキのシューズではないラバーっぽい、ゴム素材っぽい裏地になっているので、粘着されてないんですが滑りにくいです。なおかつお手入れもすごくしやすいので、なんでしょうね、細かい気遣いができたインソールなのかなと、ちょっと偉そうですけどね、思います。
はい、はい。それでは最後にまとめというか注意点を紹介したいと思います。まず、ウエイトトレーニングには向いていません。前傾姿勢になるのでちょっと後ろに軸を置いた動きには対応していないので、ちょっとバランスを崩したり効率的にトレーニングが行えなかったり、すごくなんかもったいないというか、これを使いこなせない、あとは体をいたわるのであれば本当に特化したロマレオスだったりメトコンを使った方がいいのかなと。足にちょっと気を取られてしまって集中できないかったです、個人的には。で次に、ゆったりとした長い距離のランニングには向いてないです。ヒールからついてつま先に抜けていくようなゆったりしたヒールストライクでやるゆったりとしたランには向いていないです。なぜかというと勝手にやっぱこのプレートの影響とこのズームエアで前に持ってかれてしまうんで、自分が意図してないちょっと速い動きになってしまったりとか、ちょっとやっぱプレートがあるので硬く感じます。なのでゆったりとしたランニングを軸にやられる方っていうのは、リアクトが使われているランニングシューズであったりとかジョイライドを使って気持ちよく走った方がいいと思います。はい。最後にネガティブな、今までのナイキトレーニングシューズでは物足りないとかあんまりいい印象を持ってなかった人ほど使ってほしいシューズです。なぜかというとこういった、素早い動きに対応したシューズっていうのは特化したシューズっていうのは今までなかったので、おそらく今ナイキのトレーニングシューズでいい相棒を見つけてる人っていうのは別に目を触れなくてもいいと思うんですが、ネガティブな人ほどこいつスーパーレップを使っていただければ、なんだこんなシューズあったのかいみたいな、なるほどね、これはここの安定感と前に前傾姿勢した時のこの動き推進力すごいわ、マイナスがかなりのプラスに変わると思うので、個人的にちょっと素早い動き、ウエイトとかはやらないので素早い動きをする、もちろん腕立て伏せとか意外に地味な動きをしたりとか僕するので、本当に今までにない効率的というかちょっとびっくりする、またジム行きたいなトレーニングしたいなってポジティブになれるシューズなので、個人差はあるとは思うんですが、ぜひ一度、何回か言ってますが Nike.com で購入した場合のみ、発送日から30日以内であれば使用した後でも無料で返金されますので、ぜひテストトレーニング的な、感じでこの制度をうまく活用して自身に合っているのかを確かめてみてほしいと思います。では買ったばかりですごい、躊躇しているんですが、次回の動画で分解をしていければなと。ではまたお会いしましょう。バイ。